皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。気をつけよう、甘い言葉と三峡ダム。このチャンネルでは、三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。今回は、ダムの水位に関する新たな重要情報が出てきた件と、直近でダムの放流が右往左往しているようなので、いつも以上にじっくりネチネチ削っていきたいと思います。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。6月20日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は148メートル25でした。2日前と比べると53センチの下げ。今月7日の夜に底を打った後は上昇し続けてきたものの、直近で水位を下げています。そしてさらに驚きの計画が出てきたので、後ほど詳しく解説します。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点で、上流の観測所の流入量は毎秒1万600立方メートル、三峡ダムの流入量は毎秒1万7000立方メートルでした。差分については毎秒6400立方メートル。おとといと比べて、上流の寸丹観測所はプラスの1500、三峡ダムはプラス5100に。長江水利委員会によると、今後2万近くまで増水する予想が出されていたので、その値に近い状況に増水しています。なお、長江の最上流の金沙江にある巨大4電ダムのうち、高架ダムの放流量は、おとといの朝8時の時点、毎秒3100立方メートル。前回と比べると、少し減らしているようです。一方、深夜0時の三峡ダムの放流量は、毎秒1万9300立方メートル。単純に割り算をすると、62% の発電状況で、20基前後の発電用タービンが稼働中と推測。放流量を少しだけ減らしていますが、それでもまだダムの水位を下げようという意図が見え隠れします。いつものように、三峡ダムと上流のダムの流量について現状を確認しておきます。こちらは2月からおとといまでの流量になり、中国交通運輸部の発表データをもとに作成。上が三峡ダム、下が高架ダムを示します。まずは上流にある高架ダムについて。濃い青のラインの放流量は若干減少しているものの、大きな変化は見られません。水色の流入量も同様。いずれもこれまでの通常運転レベルといったところでしょうか。続いて三峡ダムの状況について。オレンジのラインの流入量は増水に転じており、これは前回の動画で予想した通り。昨日のデータを載せるとこのようになり、長江水利委員会は毎秒2万立方メートル近くまで増えると事前に言っていたように増水しています。今後さらに増えるのかどうかは気になるところ。放流量と流入量の差は縮まることになったものの、依然として放流する量の方が多いため、ダムの水位は下がることとなります。Nishi Yang Channel。さて、久しぶりに湖南省水門局が公表している三峡ダムの詳細情報を見てみたいと思います。4月くらいにサーバーがこけて、リアルタイムのデータが見れない状態だったのですが、その後部分的に復旧し、ある程度見れる状態まで復活しているようなので、今回取り上げます。まずは黒のラインの放流量から。ご覧の通り、三峡ダムの場合、洪水対応だけをしているわけではなく発電も行っているため、電力需要に合わせた放流量の調整をしています。このため、毎日同じようなグラフを描くこととなり、大雨で流入量が増えた時は、全体量をアップして対応しています。しかし、直近のグラフを見ると、どうもバタバタした感じは否めません。次に流入量を見てみましょう。ダム周辺とその上流でそこそこの雨が降ったこともあり、急激に流量が上昇した後、なだらかに減少傾向になります。長江水利委員会が予想していた、毎秒2万立方メートル近くまで上昇していたことがわかります。前回は6月7日あたりにピークがあり、だいたい大雨が降るとこのようになることが多いようです。そして600キロ上流にある重慶市の観測所データを並べてみると、ほぼほぼピークを迎えるタイミングが同じで、
ある程度の相関関係が見られるのではないかと。重慶から三峡ダムまでは一本道なので、上流で増水すれば、しばらく時間を置いて三峡ダムへの流入も増えるというわけです。このため、当チャンネルでは重慶の観測所データを毎回チェックしながら、今後三峡ダムでどうなりそうなのかを推測。話を戻して、直近では先ほどお伝えしたように、放流量が流入量を上回っていることから、ダムの水位は下がることとなります。そしてここからが興味深いのですが、今年は大人の事情で148メートルを下限にしているため、どうせまた上昇に転じるんでしょと思ったそこのあなた。実は私もその口だったわけですが、さすがは長江水利委員会、どうやら146メートルまで下げるつもりのようです。6月18日に臨時報告書の第10報を公開しており、その中に掲載されている三峡ダムの予想水位が、なんと146メートルになっているのです。流入量は増える予想をしているようなので、そうなるとダムからの放流量を相当アップしないと実現できません。ただいま下流は絶賛大雨中でして、場所によっては浸水被害も出ようかという時に、上流の巨大ダムからドバドバと流すかもしれないという状況。これは楽しみとしか、いや失礼、もう心配しかないですね。そしてこのチャンネルをじっくりご覧いただいている方ならもうお気づきのはず。15日の臨時報告書第9報の話。その報告書の中で描かれていたグラフと、今回のグラフを並べてみます。あらあら、予測している水位が全然違うじゃないですか。第9報ではダムの水位は148メートルまで下げた後は微増と予測していたのに、わずか3日後に出された第10報では、146メートルまで下げると記載されています。世界最大級、中国ご自慢の巨大ダムのはずなのに、その運用がいかにずさんで精度が低いかということを、自ら証明しているのではないかと。気象予測は難しいので、10日くらいの間なら外れても仕方ないとは思うのですが、これってどうなんでしょうか。よく言えば臨機応変、柔軟な対応。悪く言えば、ポンコツコンピュータが弾き出した予測に基づく、運用計画と言わざるを得ません。前回の動画であちらの予測は意外と当たらない、と匂わせをしましたが、現在右往左往しているということがよく分かったのではないでしょうか。そしてさらに追い込んでいくと、先日このチャンネルで取り上げたように、官製メディアは6月8日、三峡ダムにおける承諾任務を2日前倒しで完了したと報じています。本来の145メートルではなく、検番、つまり研究して判断した結果で認めた148メートルを下回ったので、今年の水位低下任務を無事終えたと言っているのです。ところが今回、あちらの予測水位はその148を下回って、146まで下げるとあるのですからもう、言ってることがむちゃくちゃ。重要な任務を完了して洪水調節容量を確保したはずなのに、さらにまた水位を下げるとは意味不明ですよね。そろそろお腹いっぱいになったかと思いますので、今日はこのくらいにしておきたいと思います。6月も後半に入ったということで、三峡ダム周辺の累計雨量を見ておきます。こちらは月別の雨量の平均と、今年の実績を載せたグラフになります。5月はいつもの年に比べて2倍近く雨が降った一方、6月、ダム周辺では極端に雨が少ない状態が続いていました。今月の17日まではわずか20ミリにとどまっていましたが、18日の1日だけで50ミリほど降り、累計雨量は 75.5 ミリに。全く降らない時と集中して雨が降るという両極端な印象を受けます。今月も残り10日、長江水利委員会やウィンディーの予想を見ていると、おそらく平年並みまで雨が降るのではないかと思われます。天気予報サービスのウィンディーで24時間の実績を見てみます。こちらは昨日の午後5時までの様子。中国の南部から長江の中下流地域に連なる雨雲のラインがはっきり見られます。南の沿岸部に張り付いていた梅雨前線が北上したからでしょうか。数珠状に雲が次々と発達した様子も見られることから、かなりの雨になっているものと思われます。次に、今後の予想を見てみます。徐々に前線が北上することで、長江の上流と下流、そして最上流で強めの雨になるかもしれません。今日の三峡ダムの天気は最高気温が32度、最低気温が23度で雨の予報。日差しが出ていないのに最高気温が32度ということで、
現地はかなり蒸し暑い状態と言えそうです。この様子だと、ドラゴンが1匹、ドラゴンが2匹と、次々と現れるかもしれないですね。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国南部で発生した深刻な洪水により、約4万人が避難を余儀なくされたベトナム .vn が伝えています。記事によると、中国南部では広範囲にわたって豪雨が発生し、多くの地域で深刻な洪水を引き起こしている。地元当局によると、中国南部、広東省の多くの地域でここ数日降った豪雨により、危険地域に住む3万7600人以上の住民が避難した。広東省緊急管理局は、洪水による死者は報告されていないと発表した。現在、数十の町が水没している。中国気象局は、激しい豪雨のため、気象警報システムで2番目に高いレベルである、オレンジ色の洪水警報を延長した。以上、中国南部で発生した深刻な洪水により、約4万人が避難を余儀なくされた、についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。中国南部の洪水については、日本ではたまに取り上げられる程度ですが、隣国であるベトナムではかなり頻繁に発信されている印象があります。中国の天気や水害は、ベトナムにとっても農業、物流、国境周辺の安全に関わる話なので、関心が高いのでしょう。以前、九州に行った時、地元テレビのお天気ニュースで、渦中という言葉が出てきて、少し驚いたことがあります。天候は西から変わりやすいので、自分の住む地域より西側の情報を重視するのは、とても現実的な話ですね。今回の記事の内容は、このチャンネルでお伝えしてきた中国南部の豪雨や洪水の流れと一致しています。広東省で多くの人が避難を余儀なくされ、町が水没しているという状況はかなり深刻。今のところ人的被害は報告されていないとのことですが、正直なところまだ把握できていないだけではないかという疑念も残ります。広範囲で浸水が起きているなら、被害の全体像が見えるまでには時間がかかるはずだからです。このチャンネルは日本で唯一定期的に中国三峡ダムの情報をお伝えしています。決壊だ崩壊だ大変だという煽り文句とは距離を置き、データを中心に現況を共有。三峡ダムだけでなく、他の国のニュースを合わせて発信しています。ご興味のある方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。また、意図せずにチャンネル登録が外れていたという話もあるようなので、今一度登録をご確認いただければ幸いです。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝5時までの6時間のレーダーの状況。西日本を中心にしっかりした雨雲が見られます。ニュースによると、今日は雷を伴い非常に激しい雨の降るところもあるとのこと。また、台風7号が発生したようなので、今後の進路に要注意ですね。今回は三峡ダムの運用について、流入量が下げ止まって上昇に転じている中、今後放流量を増やすことによって、ダムの水位をさらに下げていく流れについてお話ししました。最上流のダムは今のところ変化なし、そして長江流域では前線が北上することに伴い、25日まで猛烈な雨になるでしょう。長江の上流側と下流側で増水することが予想されます。このため、当局はダムの水位を今のうちに下げておきたいのではないかと推測。本格的な洪水シーズンがスタートし、今月の末までかなりの雨になりそうなので、引き続き見守っていきたいと思います。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。